こんにちは、たけチャンネルです。今回はですね、引き続き MFH の12分の1メルセデス C11 の制作の続きをやっていこうと思います。で、前回の動画でガラス類、フロントガラスとかサイドガラス、あとヘッドライト周りですね、取り付けをやりましたので、今回は、ドアの取り付けですね。ドア、ヒンジがついててドア開閉のギミックがあるので、そのドアの取り付けの作業をやっていこうと思います。で、一応今回と次回で完成にしようと思ってますんで、よろしければ最後までご覧ください。というわけで、やっていきましょう。はい、それでは続きの作業をやっていきましょう。今回やっていくのは、まずドアヒンジをつけてボディに、ドアを取り付ける作業やっていこうと思います。で、今これドアヒンジのドア側のパーツですね、エッチングパーツを切り出しているので、まずこれからやっていきましょう。でね、エッチングパーツ切り出すと若干こうバリとかがね、バリというかこのゲートとかが残ってたりとかするんで、削ってあげて、であらかじめねもう穴を開けてあるんで、ここにセットしてあげます。ギュッと入れてあげる。でここに、この補強用のパーツ、こっちもゲート処理するの忘れた。こういうのはね収録外にやっとけって話ですね。よいしょ。この補強用のパーツを組み合わせてあげるんで、ここにセット。ちょうど足の間のところにね入る形になるので、このねピンセットが磁力を帯びちゃったんですよね。置き方が悪くてね。なんでちょっとこういうエッチングパーツの作業が少ししにくいんですよ。こういう感じでエッチングパーツを2つ組み合わせて、ここの位置にセットしてあげたら、接着で、こっちの上側のヒンジに関しては基本的にはこの取り付け面に対して直角になるようにっていう指示なんですよね。なんでこういう角度でつけてあげる。この後まだもうちょっと調整するんですけどね。結構このドアがねホワイトメタル製なんで、ドア自体にそこそこ重みがあるんですよ。なのでこのヒンジ、このエッチング製のヒンジだけだときっちり支えきれないっていう可能性があるんで、この横のねこの補強のパーツですよね。この補強のパーツとこのヒンジのエッチングパーツ、これ自体もしっかりと接着してあげるっていう形で、ちゃんと補強として機能するようにねしてあげましょう。で次にこっちの下側も同じように、これを組んで、そこにさらに補強のパーツをセットする。でこっちの下側のヒンジに関してはちょっとね角度の調整が必要になるんで、こうセットしたらこれを調整していく。でこれ説明書にも書いてあるんですけど、調整する時の目安として、もうついてきた。そう曲げすぎた。目安としてこの 0.5mm の真鍮線を出してきてあげて、この上のヒンジから下のヒンジにこの真鍮線を通してあげる。でこの角度がちょうどいい塩梅になるように調整してあげる。こういう形で抜けちゃった。こういう形でいい塩梅にまっすぐ刺さるように調整してあげたら、これでこの下のヒンジを接着してあげる。こっちのドアの方をまず決めてあげてから、それからボディの方を決めていくっていう風にしてあげると作業がしやすいので、こういう形でドア側のヒンジをつけてあげます。そしたら次ボディ側いき
きましょう。はい、そしたらねボディの方を出してきたので、ボディに、ヒンジをつけていきましょう。でボディ側のヒンジは大小2つあって、上側の方がこの長い方のヒンジを使うので、まずねこれを一定の位置にブスとさせてあげる。こっちとこっちで、こっちの下の短い方は2種類ついてるんですよ、キットに。でここに折り返しのガイドがついてるものとついてないやつがあるんですよね。こうちょっと曲げるんですけど、見えないな小さすぎて見えないな。折り返しのガイドがついてるのとついてないのがあるんですけど、ガイドがついてる方のやつねすぐ折れるんですよ。でこっち側左側をね練習でやった時一瞬で折れたんですよ。なんで折り返しがない方を使った方が多分作業はしやすいと思います。でヒンジのパーツつけてあげて、この時点ではちょっとまだ接着しないです。接着せずにこれと組み合わせてから接着するんですけど、こっち側には、リベットですね。リベットを刺して接着してあります。リベットを刺して接着してあるので、これを今からヒンジに通してドアを閉めた状態でいいとこで接着するっていう形でやっていくので、これでね通していきましょう。でちなみにこのリベットは、キットに付属の一番短いリベットを使った上で、短く切ってます。ちょっとあんまり長いとね作業がしにくくなるので、こうしてあげたらこのヒンジのパーツにリベットを通してアウト。上下のリベットを通してドアを閉めてあげる。左の時よりもいい塩梅でついたなこういう形でヒンジをつけてあげたら、これで、接着してあげるんですけど、いらないところにつかないように細心の注意でつけてあげないとダメなんで、これでね接着してあげて、ちょっと固まるの待ちましょう。そしたらその間に他のことをねちょっとやっていきましょう。はい、そしたらね接着剤が乾いたんで、これでドアの取り付けが完了になります。でまあこの状態でねちゃんとドアの開閉がこうスムーズにできるかをしっかり確認してあげたら、これで作業的には終了っていう感じになります。でこれヒンジね、さっきの刺したリベットの反対側ね、上側はこう返しがついてるんですけど、下側はもう切ったそのまんまにしてあるんで、このまま上にスライドしてあげるとパコッと抜ける形になります。これ実写でもこういう構造なんですよ。実写でもこうパコッとはめてあるだけで、メンテナンスする時とかね、ドア邪魔になるんで、こうやってパッてすぐ外せるようになってるっていう感じになってたはずなので、こんな感じにしておきます。はい。であとね、前回の動画の時に言うの忘れてたんですけど、この裏側ちょっとあれこれやってたらちょっとハゲハゲになっちゃってるんですけど、裏側ね、この裏側もそうなんですけど、全部黒く塗装してあります。全部黒サフで塗装してあります。これは実写の場合はこれ裏側全部カーボンなんですけど、ちょっとそこまではできないので、黒で塗ってるって感じです。この辺黒塗るときはね、僕基本的にもうマスキング一切せずにドバーって一気に拭いちゃって、で表側に吹き出したやつはコンパウンドで磨いて落とすっていう感じでやってるんで、こんな感じで全部やってあります。でフロントカウルとリアカウルの裏側も黒にもう塗装済みになってます。であと乾かしてる間にちょろちょろといろいろつけたんですけど、このオイルタンクの蓋だったりとか、このキルスイッチだったりと、このサイドのウインカーとか、このマフラーのところの出口のこの遮熱板、この辺のものを貼ったので、とりあえず今回の作業はこれで終了にしようと思います。はい。で次の動画で、最後ミラーつけてフロントカウルとリアカウル、あとリアウィングですねを取り付けて完成っていう形になりますんで、ちょっと最後で
ハイペースで飛ばしてますけれども、最後まで制作頑張ってやっていきますんで、お付き合いいただけたらなと思います。はい。というわけで、本日の動画はこれで終了とさせていただきます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。